愚かな人間どもめ。何この声、どこから聞こえるの？聞こえるか、愚かな人間ども。やっぱり聞こえる。どこから？山の中に直接。この波動はグローシュ？グローシアンの技術なの？すごいな。こんな技術を持っていたのか。感心してる場合かよ。私はついに全ての力を取り戻した。もう人間のふりをする必要はない。覚悟しろ、愚かな人間ども。この声、ボス様？ベンツェル。我が名はベンツェル、キングオブグローシアン。お前たちの支配者たる存在だ。支配者だと？ゲベルを倒して浮かれているようだが、我が力をあの程度と一緒にするなよ。いわばあれは旧型なのだからな。それじゃあのフェザリアンが言ってた。これからこのベンツェル様の支配が始まるのだ。まずは手始めにこのランザック王女を吹き飛ばしてくれる。何？待てウェーバー、止めるなウォレス。今から急いでもお前が向こうに帰るまでにどれくらいかかると思ってる？しかしこのまま黙っているわけには。私たちと一緒に行きましょう。私のテレポートですぐに送ってあげられます。よし、俺たちと一緒に行こう。ウェーバー、すまない。僕もご一緒していいのかな。きっと奴を倒せば真の平和が訪れる。さあ頑張ろう。私を連れてってくれますか？お兄様のお役に立ちたいの。ミーシャ、頑張るであります。どうやら決まったみてえだ。ルイサちゃん、テレポートするよ。頼みますよ。陛下、今参ります。よし、俺たちも急ぐぞ。なんだ今の音。地震？今魔力の波動がした。確かに魔力派だった。しかも考えられないくらい強大な。急ごう。急いだ方が良さそうだな。お城も何もかも。凄まじいな。これを奴がやったのか。ウェーブ、城には国王陛下がいた。多くの部下がいた。魔法を教えてやるからかくまってくれなどと言って恩をあだで返すとは許せん。ベンツェル。おいウェーバ行っちゃった。でもどうやったらこんなことができるの？
もし私がグローシュを全て解放したってこんなの無理だよ。あいつは予告をしてからここへ来るまでだってそんなに経っていないはずだ。考えられるのはあの時の魔力波。あの一撃でランザック王国の王朝は消し飛んだ。ちょっと冗談じゃないわよ。そんなやつ相手にどうやって戦えっていうのよ。やはりここにいたか。あんた。女王陛下が話があるそうだ。すぐに来てほしいと。それからアリオストという人間はいるか。僕ですが。お前がそうか。お前も必ず来いとのことだ。僕も一体何の用だろう。とにかく行ってみようぜ。それじゃあ悪いけどルイセちゃん、行くよ。女王がお待ちだ。来ましたか。お話って何でしょう。以前ベンツェルの名に聞き覚えがないかと言っておったな。あれから過去の記録を調べさせ驚くべきことが分かったのだ。教えてくれ。はるか昔グローシアンが人々を支配していたことは知っておろう。ベンツェルはその当時から生き延びてきたグローシアンであり、しかもその最後の王でもある。なんですって？ベンツェルがグローシアンの王？しかもずっと生き続けてきたなんて。寿命については追って説明しよう。まず当時のグローシアンが突如として姿を消したことも知っておるな。はい。ただ我々に残された伝承からは原因までは。我々の調査記録によれば何者かによる虐殺が原因となっておる。つまり人為的なものであったのだ。生存者もいたであろうが非支配者との対立が激化しておったからな。正体を隠して生きていくしかなかったであろう。こうしてグローシアン支配時代は幕を閉じた。あれだけの勢力をわずかな間に滅ぼした奴がいるってのか。確かに我々にも信じがたい記録であった。だが今はそのものの正体を特定できた。そのものの名はベンツェル。あのものでなければグローシアンを滅ぼすなどできぬ。ちょっと待って、それじゃあグローシアンの王様がグローシアンを滅ぼしたってことなの？グローシアン支配時代の末期、時の王ベンツェルは永遠の命と絶対な力を望んでおった。あの者は人間よりはるかに強靭で長い寿命を持つ生物と融合することでその力を得ようと研究を始めた。まさかゲベルとの融合？そう。そしてその融合はさらに危険なもう一つの力を手にする可能性がある。時空の歪みを自在に操る力をな。時空の歪みを操るってどういうこと？グローシアンだけがなぜ強大な魔法を操れるのか知っておるか？元の世界にあるグローシュを使うことができるからですよね。その通りだ。これはグローシアンが小規模ながら時空を操っていることを意味しておる。そして皆既日食のグローシアンは
その力が最も強いと言える。なるほどな。我々やそなたら人間はもともとこの世界の住人ではない。そして逆にゲベルはもともとこの世界に住んでいた生物。つまり人とゲベルとの融合は二つの世界の融合でもあるのだ。ましてベンツェルは皆既日食のグローシアン。より強く二つの世界に干渉する力が得られよう。だが融合実験は完全には成功していなかったと見える。グローシアンを虐殺したことですね。おそらく実験中に暴走してグローシアンを殺してしまったのでは。そう考えるのが妥当であろうな。そしてもう一つはその娘のグローシュを必要としたことだ。だがルイスのグローシュを手にした時点で奴の実験は成功したと見ていいんじゃねえか。でなければ一撃でランザック城を破壊できるはずがねえ。あれだけの魔力。確かに時空を操る力がなければ生み出せぬ。一つ疑問があります。そもそも我々が住んでいた世界とこの世界とどうやって重ね合わせたのですか。その方法が分かればベンゼルに対抗する手段になるのでは。人間には正しい記録が残っていないようであるな。その昔我々の世界の太陽に異変が起こったという。そこでフェザリアンの科学力と人間の持つ魔力とを合わせて時空制御装置を作ったのだ。時空制御装置。その装置を使って2つの世界を重ねているのか。それは今どこにあるのですか。残念ながら場所はわからぬ。しかしこれだけは言えよう。それはベンツェルが所有しているとな。時空制御装置は塔のように巨大なもの。運搬のため浮遊する土台の上に作られたという。だがそれが仇となりグローシアンに奪われたのだ。取り戻すにはベンツェルを倒すしかねえってこと。それで具体的に奴を仕留める方法はあるのか。我々では有効な方法は考えられなかった。しかしジーナにそなたの母に考えがあるそうだ。母が。その方法を知らせるためアリオスとそなたを呼んだ。ジーナは反省室で待っておる。すぐに向かうがよい。はい。アリオストさん嬉しそう。そりゃあね。しかしベンツェルを倒す方法って何なんだ。時空を操る能力を持ってるんだろう。ベンツェルはかつてのグローシアンの王。その当時最大の魔力を持っていたことになる。その上時空を操るという。ここに一人我と命を共有する者がいる。誰だかわかるか。その顔、貴様が全ての計画を狂わせた張本人か。お前は創造主に逆らうというのか。出来損ないが。リシャールを見て分かった。ゲベルさんはある人物の細胞から複製を作り出せる。我々もそうして何十体と作り出された。我が紙幣はすべからく我が能力の波動を受けて生きている。我を倒すということは命の供給源を断つことだ。
命の供給源を断つことだ。断つことだ。断つことだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。意識が戻ったのか。心配かけさせやがって。ごめんね、ごめんね。私がパーティーに行きたくて無理させちゃったから。本当にごめんね。でも無理はよくねえぞ。お兄ちゃん、やっぱりゲベルが死んじゃったから。答えたくねえなら無理にとは言わんが、手遅れになる前にちゃんと言ってくれよな。とにかく今はアリオストを追うか。みんな。この方々が今のお話のそうだよ、母さん。息子がお世話になりました。そんな。そうよ、私たちの方がずっとお世話になってるし。それよりも母さん、みんなが来たところでそろそろベンツェルを倒す方法を教えてほしいんです。そうですね。私の仕事はさまざまな記録を調べ、まとめ、また更新することでした。地上に何度も足を運んだのもそのためだったのですが、ある時とあるものの存在を知ったのです。それはこの世界を構成する因果律を歪めることでさまざまな奇跡を起こす秘跡、パワーストーンです。パワーストーンって？ちょっと手出してって。これのこと？それです。あれほど地上を探しても見つからなかったのに、一体どこで？幽霊？あの話って本当だったの？だからそう言ったじゃない。不思議なこともあるのですね。そのパワーストーンについてもう少し詳しく話しておきましょう。もともとパワーストーンは時空制御装置を動かす要として作られ、その組成は大量のグローシュでできています。ここでもグローシュか。フェザリアンは時空制御装置を作りましたが、どうしても時空の歪みが引き起こす強力な反動を吸収することができませんでした。そこで人間たちは特殊な力を用いて反動を吸収させようとしました。その特殊な力こそ人の意志の力なのです。人のうちには決して諦めない心と、時には奇跡さえ引き起こす意志の力があります。その意志を結晶化し、パワーストーンはできました。パワーストーンは不可能を可能にする人の神秘そのものなのです。すごい。それをお兄ちゃんが持っていたなんて。しかしあなたがパワーストーンを持っているということは、時空制御装置を動かす鍵をベンツェルが持っていないということ。これで希望が見えてきましたね。でも私たちパワーストーンの力を何回か使っちゃったよ。それは蓄えた歪みの力を解放しただけです。時空制御装置を使うときには歪みの吸収のために使うので問題はありません。あなたたちが何度か使ったように、今度はベンツェルに対して
その力を使うのです。でもパワーストーンを使ったら変なことが起こっちゃわない？ちょっと怖いよ。でもどうして変なことが起こったんだろう。それは因果率を操作するからです。母さん、その因果率についてもう少し詳しく説明してほしいのですが。因果率とは文字通り原因と結果の関係を示したものです。石を投げる時を想像してみてください。本来石は宙に浮いたり飛んだりすることはありません。そのためには誰かが投げなくてはならないのです。このように本来起こり得ない状況を作り出すためにはそれなりの力が必要です。この場合、誰かが石を投げたので石は宙を飛ぶことになります。でもずっと飛んでないよ。すぐに落ちちゃうじゃない。それが正しいのです。長い間石を飛ばすにはそれだけ力を使って投げなくてはなりません。その力がなくなった時、石は本来ある現象に戻るため落下します。このように因果率の輪は常に保たれようとします。それじゃあパワーストーンで奇跡を起こすとどうなるのかな？本来起こり得ない現象を起こすためには必ず代価が必要になります。わかりやすく魔法を例にとりましょう。魔法を使うと何がなくなるでしょう。なくなるものなんてあったっけ？精神力かな？そうです。魔法の場合、あらかじめ精神力という代価を支払い、さまざまな現象を起こします。しかし、パワーストーンを使った奇跡の場合、その代価は後から支払うことになるのです。それが何になるかはまるでわかりません。それにも増して、パワーストーンで得られる効力を制御することも難しいのです。確かにあれを使った時っていっつも無意識に身を守っただけだもんね。それもそのはずです。パワーストーン自体は魔法でいうところの触媒と呪文なのですから。ベンツェルを倒すのにパワーストーンが必要なのはわかる。だが何が起こるかわからん。起こした後の代価もわからんでは怖くて使えないぜ。はい。ですが、力の作用するものを特定できる装置があると言ったら。ベンツェルに向けてパワーストーンの力を使うことができる。理論上、そうなります。その装置はどこに？悪用を避けるため、この都市の外れの洞窟に隠されています。女王陛下に頼めば洞窟に入る許可が下りるでしょう。でもジーナさん、そんな重要なものを持ち出しちゃって構わないんですか？私は人間を信じていますから。あの人に出会ってから。アリオストさんのお父さん？はい。彼は私が地上に行き、翼を痛めて飛べなくなっていた時に優しく治療してくれたのです。最初は私も人間を軽蔑していました。しかし傷が癒える間、彼と行動を共にしている間にその考えは変わりました。あの人は町で盗みをしていた孤児を見かけると自分の村に連れて帰り養いました。